どうも皆さん、カイトです。ホローナイトに影響を受けた感じがするメトロイドバニア作品、8ドアーズ・アルマーズ・アフターライフ・アドベンチャーをご存知でしょうか？こちらは2021年4月8日に Steam でリリースされたゲームになります。早速クリアまでプレイしたんですが、めちゃくちゃ難しくて面白い。まさにシンプルザベストでしたね。黒白赤という三原色だけで構成されたデザインにアルマという可愛らしい少女が主人公、そしてメイドという舞台でのストーリー展開が非常に楽しめました。今回は8ドアーズというおすすめ作品のジャンル、ストーリー、魅力を簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずジャンルになるんですけど、 2D 横スクロールのメトロイドバニアアクションになりますね。主人公のアルマを操作して亡くなってしまった父親の魂を探すためにメイドに向かうというのが大まかな流れで、道中に出てくる霊を釜でさばいたり、センスで吹き飛ばしたり、棍棒でぶちのめしながらも特性を強化して突き進む感じです。ステージ構成がなかなかにシビアであり、ジャンプとダッシュを巧みに使わないと一気にトラップにスタミナを持っていかれます。一撃でおだぶちにならないのは少し優しさを感じましたね。次にストーリーを簡単に説明すると、自分が住んでいた村で父親を含め村の人々が理由もなく亡くなった事件が起きます。少女アルムはその原因を突き止めるために生きているにもかかわらずメイドへ向かいます。なんとかメイドにたどり着いたアルムを待ち受けていたのは多くの亡霊と混沌に落ちているメイドの世界。アルムは無事に父親を探すことができるのかというお話です。そして魅力なんですが、1、モノクロの世界で楽しめるアルムの冒険劇。ベースが白黒という世界観なだけあって、メイドという舞台がとてもマッチングしてます。父親の魂を探すという軸でストーリーが動き出すのですが、けなげに行動するアルムが本当に可愛くて切ない。そして亡霊の住人たちから男らしいおかみさん、そしてめちゃくちゃかっこいいソルなど一癖も二癖もあるキャラクターがいい味出してますね。メイドという霊界での魅力あふれるキャラクターたちと触れ合えるのも楽しいひとときです。2、オーソドックスなメトロイドバニア。開発に6年という歳月をかけているということなので、とても丁寧なメトロイドバニア作品に仕上がっています。8つの地域からなる広大なステージをしっかり探索する楽しさから、マネー得得からの本体補正、地図をより詳しく解析するための地図やアクションスキルを強化するお墓の発見など、これぞと言わんばかりに散りばめられています。敵の動作も一定なのが多いのですが、ヒットアンダーウェイを駆使しながらの戦闘がこのいつもの感じいいわってなります。これがしたいんよ。いかに好きな武器でコンボを決めてダメージを与えながらも、もうかろうじて避ける、そしてまた当てるという感覚がまさに機械のごとしです。ちなみにお供として連れているカエルはギミック動作や攻撃としても使えるので、要所要所で使う箇所が出てくるかなと。多分忍者の類なんかな。3、難易度は非常に高いが達成感はやばい。ステージに関してはとにかく針という針にいい位置での敵亡霊配置、そしてギミック操作による突破などなかなかな歯応えかなと。続いてボスに関しては多少ご利用しするところはしないと果てます。果てます。向きになって挑んでも絶対に勝てないので、2発だけ入れたら安全地帯に向かうというのを頭に叩き込みましょう。個人的には雪山のボスクスンセが異常に強いので、ここで一回心折れかけました。だがボコボコにしてやりましたよ。体力管理のスタミナ表示に技発動のエネルギーゲージ、個数制限のスタミナ回復薬などを効率よく使っていかないと一瞬でやられてしまいますね。正直デスしながら対策を立てていくのが基本になってきますので、この辺りもメンタルを強く持つのをおすすめします。4、クリア時間は10時間ほど。ストーリーをメイン攻略にすればだいたい10時間ほどでクリアできました。また探索 100% を目指すのであれば20時間ほどの余裕を見ておけばいいかなと。金額は2000円弱でお安いので、キャラと雰囲気が好きな方はなかなか楽しめる内容ですね。最近のインディーでのメトロイドバニア作品ではかなりの完成度です。以上になります。開発に6年かかって満を持してリリースされたメトロイドバニア作品、8ドアーズ・アルマーズ・アフターライフ・アドベンチャー。少女アルマを使ったメイドでの大冒険を楽しんでみませんか？きっとデスリマクリスティの境地に陥ること間違いないですよ。このチャンネルではおすすめのゲーム紹介、ためになる解説、またはパズルゲーム実況をしております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。